テレビでよく見る良い子は真似しないでねと言われる行為。あなたはやってみたことはありますか？ 2011 年8月27日深夜、石川県かほく市の大崎海岸で1件の119番通報が。その内容は、砂浜で人が生き埋めになっています。助けてくださいというもの。レスキュー隊が現場に駆けつけると、衝撃の光景が。砂浜にぽっかりと開いた穴の中で、2人の男女の上半身が砂に埋もれてしまっていたんです。レスキュー隊もこれは緊急を要すると懸命に掘り出そうとするんですが、暗闇の中で砂に埋まった人間を救出するのは相当に困難なこと。結局2人が砂から掘り出され病院に搬送されたのはレスキュー隊が駆けつけてから25分後のこと。結局2人は窒息死により帰らぬ人となってしまったんです。ではなぜそもそもこの2人はそんな状態で砂浜に埋まっていたのか。実はこの2人の命を奪った穴の正体は、若い男女が生き埋めになってしまったこの事故の日、2人の身には一体何が起こっていたのか。それは浅はかすぎる考えが生んだ無知ゆえの殺人だったんです。おっそっす、カルボナーラうまく作れるようになりたいケンちゃんです。滑舌からよくしなさい。ビーチで一番セクシーな女、ヤミミコです。違うね。本日ご紹介するのは無知が生んだ悲劇についてなんです、メトラの皆さんもね、知らなかったがゆえに恥をかいたこといろいろね、あると思うんですよ。そうね。僕もね、若い頃ね、ちょっとテーブルマナーとかわからなかったから、もう全部口でこう食べてましたからね。はんって。まあ嘘なんですけど、はい。なんだ嘘。さてね、そもそもこの事件ね、被害者となった2人は一体どんな方々だったのか見ていきましょう。幸せの絶頂で遡ること10年ほど前の2011年、石川県金沢市が今回の舞台。この年の4月、ある2人のカップルが結婚式を挙げました。式は親しい友人たちに囲まれて大変盛り上がり、新たな門出にふさわしい華やかなものとなったんです。結婚式の後、2人は金沢市内で一緒に暮らし始め、順風満帆な新婚生活を送っていました。しかしその生活はわずか4ヶ月で終焉を迎えてしまうんです。それは8月27日の夜、夕飯を食べ終わってゆっくりしていた夫に妻が何気ない一言をかけます。ねえ、これから海にでも行かない？こうして2人は自宅から車で10分の距離にあるかほく市の大崎海岸へと向かいました。海岸に着くと妻がまたもや一言、ちょっと砂浜にでも行こうよ。2人は砂浜を散歩することに。夏の終わり、特に明かりもない海岸というロマンチックな雰囲気。静寂の中で聞こえるのは波の音と砂浜を歩く夫婦の足音だけでした。仲睦まじく夫婦は辺りを歩いていたんですが、そこで思いもよらぬ事件が発生してしまうんです。めちゃくちゃいい雰囲気なのに。何よ。いや、まあそれもね、本当にね、一瞬の出来事だったんです。2人が砂浜を歩いていると突如足元に違和感が。何が起きたかと思った瞬間、そのまま2人は地面に引きずり込まれます。なんと2人が足を踏み入れた場所に巨大な穴が。2人はその穴に気づかず下へと落ちてしまったんです。突然の穴の出現になすすべがない2人は落ち方が悪く、穴の下へ頭から落下してしまうんです。しかも最悪なことに、その穴の側面が2人が落ちた衝撃で崩れてしまうんです。そのため2人の上半身が全て砂の中に埋まってしまい、まるで地面に刺さったような状態になってしまったんです。やばいんじゃないこれ。いや、そうなんですよ。もう純粋に上半身が埋まっているっていうことはですね、呼吸ができないことなので、懸命のね、救助活動がね、始まっていくんです。2人が穴に落ちた時、大きな音と一緒に妻の悲鳴が辺りに響きました。その声を聞きつけたのは近くにいた数人の若者たち。駆け寄ると砂浜の穴の中で足だけ出ている状態の2人の姿が。これは一大事だと若者たちはその2人の周りの砂をかき分けます。しかし海岸ということもあり、辺りは明かり一つない暗闇。若者たちの視界は遮られ、なかなか2人の体を砂から出すことができません。多くの場合、窒息状態が続くと5分ほどで呼吸が止まり意識を失います。さらにそこから15分を過ぎると脳死状態になってしまうんです。まさに一刻を争う事態なんですが、若者たちが2人を引っ張り出そうと試行錯誤に費やした時間はなんと45分。若者たちはこのタイミングで自力での救出を諦め119番通報をします。すぐさまレスキュー隊が救助を開始したんですが、レスキュー隊ですら暗闇での救出に苦戦するんです。結局レスキュー隊が2人を砂から出すまでにかかった時間は25分。2人はすぐに病院に搬送されたんですが、その時点で落下から2時間以上経過していました。決死の救出活動も虚しく、2人は窒息により帰らぬ人となってしまったんです。そもそもさ、この穴を開けたやつは誰っていう話よ。これ子供のいたずらかなんかなこれ。
その予想ね、近いっちゃ近いんですけどね、違うんです。おう。一体この穴はなぜできてしまったのか。穴を掘った犯人。結果的に2人の人間を殺めてしまったこの大きな穴。誰が何の目的で開けたのか。普通であれば海岸に穴が開いていることはありえません。警察はこの事故に何らかの事件性を感じていました。しかしこの事件の真相はあっという間に判明することになるんです。なぜならこの夫婦を救出しようとした若者たちが証言してくれたから。この穴を開けた真犯人、なんとそれは穴に落ちた妻だったんです。じゃあなんか妻が一緒に夫と心中したってこと？いや、そういうわけではないんですよね。実際ね、なんでこんなことになったのかね。それはですね、このね、事故の数日前に遡るんです。事件の数日前、妻がリビングで何気なくテレビを見ていると、ある企画を目にします。それはバラエティ番組のドッキリ企画でタレントを落とし穴に落とすというもの。そのシーンを見て妻はひらめくんです。今度夫にこの落とし穴を仕掛けよう。なんだよね。なぜ妻がこんなことを思ったのか。それは数日後に夫の誕生日が控えていたから。結婚してから初めて迎える夫の誕生日。妻はせっかくなら夫にとって忘れられない誕生日にしようと考えていたんです。そこでこの落とし穴をサプライズで仕掛けようと思いついたんです。何これ？じゃあ心中とか、全然そういうことじゃなくて。いや、そうなんですよ。もうね、サプライズのためだったんです。なので妻のね、思いだけを見ればね、悪い人っていうのはいないんですよ。その周りの友達も協力しただけなんでね。ただその思いが強すぎたこと、そしてね、素人がね、落とし穴を作るっていうね、その無知がゆえに生んでしまった悲劇とも言えるんです。早速妻は友人たちにサプライズの計画を相談。友人たちもそういうノリが大好きだったので2つ返事で OK するんです。問題はどこに落とし穴を掘るかなんですが、その場所はすぐに決まります。穴が掘りやすいということで夫婦の家から近かった大崎海岸が選ばれたんです。そして事件当日の昼、友人たちと妻が砂浜に集合。スコップで穴を掘り始めました。特に妻は一生懸命に砂浜に穴を掘るんです。夫の喜ぶ顔が見たいがために。そうして穴を掘り続けること実に6時間。海岸にかなり大きな穴が完成します。その大きさはなんと 2.5 メートル四方。そのあまりの大きさに海岸にいた他の人も驚き、ちゃんと埋めて帰らないと危ないよと話しかけたほどだったんです。 2.5 メートルってかなり深いよね。ここより多分高いよね、全然。そうですよね。例えるならばね、2階のマンションのベランダから落ちるような感覚なんですよね。結構怖くないですか？めちゃくちゃ高いわね。いや、もう足骨折するんじゃない？普通。もうちょっとさ、考えなかったんかなって思うんですけど、テレビで見た人一人がすっぽり入れる大きさをね、素人ながらね、目指しちゃったんでしょうね。そしてその穴にブルーシートをかぶせ、その上から砂をかけ、穴の位置が分かるように目印をした後、妻は帰宅します。そして何事もなかったかのように夫と共に夕飯を食べ、夫を海岸へ誘い出したんです。そして事件が発生した際に2人の元に駆けつけた若者たちは妻と一緒に穴を掘った友人たちだったんです。実は友人たちは夫婦が落とし穴に落ちた後、クラッカーで祝福するために物陰に隠れていました。今か今かと待ち構えていた時に聞こえたのは2人の悲鳴だったんです。そしてその目に飛び込んできたのは上半身が砂に埋まった2人の姿。慌てて友人たち総出で救出を始めたというのが経緯だったんです。最初ね、45分かけてね、救出作業に当たったっていうんですけど、逆を言えばね、45分間はね、救急車ね、呼んでなかったんですよ。やっぱね、友人たちの間でも後ろめたさがあったんではないかと言われているんです。自分たちでどうにかしたかったんでしょうね。なんかあんまり大ごとにもしたくなかったんでしょうね。その後はね、冒頭でね、お伝えしたように2人は帰らぬ人になってしまったんです。ですがね、ここでこの事故は終わらないんです。亡くなった2人のね、両親からしたらね、もう意味わかんないんですよ。いきなりね、落とし穴で亡くなったって言われて。なので、この事故ですね、誰が悪かったのかっていうのが巡ってね、裁判が行われたんです。誰が悪いのか。事件後、警察は亡くなった妻と穴掘りに協力した友人6人を重過失致死と海岸法違反の疑いで書類送検。しかし友人たちはサプライズのつもりでやったという動機があり、さらに落とし穴の底にマットを敷くなどして対策していました。これらを考慮され、落とし穴を掘ったことに悪意はなかったという結論に達したんです。そのため妻は不起訴処分、友人たちは起訴猶予処分になりました。なんか重過失致死みたいなの聞いたことあるけどさ、海岸法違反聞いたことないんだけど。結構ね、海岸法自体はね、そこまで難しい法律ではないんですけど、知名度としてはね、あんまり知られていないんで、本日のメトロアキーワード。
海岸法とは津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護することを目的に1956年に制定された法律。特に日本は海に囲まれた島国で自然災害も多いため知名度の割には重要な法律なんです。砂浜で穴を掘るという経験は誰しもがあると思います。ですが実は海岸の土地で深さ 1.5 メートルを超える穴を掘る場合は海岸法の規定で県知事の許可が必要なんです。海岸法では無許可で海岸の土地を 1.5 メートルを超えて掘削した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるんです。もちろんね、今回この夫婦やね、友人たちには許可が下りていなかったんです。でもどっちみちね、落とし穴を作る目的で申請したらね、許可が下りるわけもないんです。砂と聞くとどうしても軽い印象を持つんですが、砂の比重は 1.7 から 2.0 ほどあり意外と重いんです。実は2016年にも砂浜に遊びに来ていた家族連れの父が掘った深い穴が崩れました。そして今回と同じように生き埋めになってしまったという事件があったんです。法律違反でなくとも砂を必要以上に掘るという行為はやめた方が賢明なんです。だろうな。私もなんか友達とさ、海岸行った時こうやって砂埋めてもらうじゃない。身動き取れないのよね、あれね。でもなんかダークネス製のさ、砂って結構質量が大きいから地球とはまた状況が違うかもしれないですね。なんであんたが知ってんの？全部知ってる世の中のこと。なんでも知ってるわ。しかしこの事件ここで終わりではありませんでした。後日亡くなった夫の両親が妻の両親と友人を相手に損害賠償を請求したんです。その請求金額はなんと9100万円。確かに両親としてはいくらサプライズとはいえ息子の命を奪われてお咎めなしでは憤りを感じて当然のこと。そして裁判の結果、裁判所は満額ではなく4130万円の支払い命令に。満額ではなかった理由として友人たちの証言により夫婦が落とし穴に落ちる前に穴の周りを一周していたことが分かったから。つまり夫は落とし穴があると分かっていて誘いに乗ってあげたと判断されたんです。この事故ね、殺意はねなかったんですが、同時にね知識もなかったんですよ。そもそもねこの事故はね一体どうすれば防げたのか。落とし穴作んなきゃいいんですけどね。今回の落とし穴、いけなかった点は大きく分けて3つ。まず1つは穴の大きさ。皆さんも落とし穴を作った経験はあるかもしれませんが、普通それだけで人が亡くなる可能性は低いと言えるんです。やはり妻が張り切って作ってしまった 2.5 メートル四方という穴の深さが裏目に出てしまったんです。そして2つ目は穴を隠すものの素材。今回の事故ではブルーシートで覆っていたんですが、テレビでは普通発泡スチロールを使用します。これは踏んだ時にすぐに割れて足から落ちるように工夫されているんです。ブルーシートでは踏んだ時にシート全てを巻き込んでしまうんで頭から落ちてしまいます。3つ目は穴の側面。テレビでは四方をしっかりと板で囲っています。これも穴に落ちた衝撃で周りの土や砂が崩れてこないようにするためのノウハウ。今回の事故はこれらの知識がなかったから大惨事になってしまったんです。